こんにちは。今日は肩から脇の下までまっすぐ編んで、脇の下からはぐるぐると編んでいく簡単なベストを作っていきます。閉じはぎや袖ぐりの縁編みがいらないので、とってもシンプルな作り方です。よかったら試してみてください。使用する糸はナスカのエブリデイソリッド。材質はアクリル 100%、100g で約250メートル。並太程度です。で、手洗いができてアイロンがけはできません。カラーナンバーは30番。これを8号で編んでいきます。5ミリです。で、あとはマーカーととじ針を使います。鎖編みをしていきます。鎖の数は75目。ゆったりと編んでいきます。サイズを変更する場合には8の倍数プラス3で変更していきます。で、75目編んでいきます。鎖編みが終わったら細編みをしていきます。細編みを編むので鎖をもう一つ、針から戻って2つ目に細編み、表ではなくて裏山、針から1、2、2つ目に細編み、でマーカーをつけておきます。次も細編み、次も次もこのまま端まで一つの目に一つの細編みを続けていきます。端まで編んだら次は2段目、また細編みをしていきます。鎖を一つ裏返します。鎖の根元に細編みを一つ、でマーカーをつけておきます。隣の目にも細編み、次も次も、このまま端まで細編みを続けます。端の目に最後の細編み、次は模様編み。まず緩めの鎖を一つ裏返します。鎖の根元に長編みを1本、この鎖の根元、これが1本目の長編みになります。長編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖の上のところ、これが長編みの頭。次の目に長編みを1本、で同じ目に長編みをもう1本、同じ目、この端の目には長編みが1本、隣の目には長編みが2本、次は足元
3つ飛ばして4つ目に長編み、1、2、3、4つ目で長編み、1、2、3、4同じところにもう1本、もう1本でもう1本、全部で3本、1、2、3、鎖を2つ、1、2、また同じところに長編みを1本、これで長編み3本と鎖2つ、長編み1本、次は鎖を1つ、次は足元3つ飛ばして4つ目、1、2、3、4つ目に長編みを1本、鎖を1つ、同じところに長編みをもう1本、これで V の字ができました。この扇形と V の字のセットで編んでいきます。V の字の次はまた同じように長編み3本、1、2、3、4、1、2、3、鎖を2つ、1、2、同じところに長編み、3本と2つともう1本、次は鎖を1つ、この1つを忘れないように編んでいきます。次は V の字、1、2、3、4、でまた扇形、鎖1つで V の字、1、2、3、4、こういう模様で編んでいきます。また扇形で V の字、1、2、3、4、これを端まで繰り返していきます。端まで来たら扇形の後には鎖を1つ、足元4つ目に
長編みを2本、同じところにもう1本、これで1つの目に長編みが2本、次は1本、マーカーのところに長編みを1本、これで1つの目に2本と1本で、また緩めの鎖を1つ裏返します。鎖の根元に長編みを1本、根元、でマーカーをつけておきます。長編みの頭、隣の目に長編みを2本、同じところに長編みを2本編んでいきます。これで1本と1つの目に2本、次は下の三角のスペースに長編みを3本、この扇形の三角、鎖を2つ、同じところに長編みをもう1本、これで長編み3本と鎖2つと長編みもう1本、次は扇形の次には鎖を1つで、 V の字に V の字、真ん中に針を入れて長編み、鎖で長編み、これで V の字に V の字で、また同じように編んでいきます。下の三角のスペースに長編み3本と鎖2つで長編み、で鎖1つで V の字に V の字、また同じように編んでいきます。三角に長編み、鎖を1つ、扇形の次には鎖、 V の字に V の字、これで端まで編んでいきます。端の方まで来たら扇形の次に
鎖を1つで、長編み3本あるうちの真ん中の長編みの頭に長編みを2本、端の長編みに長編みを1本、これで1つの目に長編み2本と1本。次は模様編みの3段目、緩めの鎖を1つで裏返します。鎖の根元に長編みを1本、でマーカー、隣の目に長編みを2本、で次は今までと同じように扇形の三角に長編みを3本、扇形の後には鎖を1つで V の字に V の字、下と同じように編んでいきます。次は扇形、でこれを次も繰り返していきます。これを繰り返して何段か編んでいきます。19段編んできました。長さは約28センチ。これが肩から脇の下までの長さになります。今回私はゆったりめで作っているので、これぐらいにしようと思っています。皆さんは肩に当ててみて好みの長さにしてください。お伝えし忘れていたんですが、ここの段数は奇数にします。ちなみに今横幅は約50センチ。前身頃の糸は切らずに休めておきます。次は首を通すところと後ろ身ごろを編んでいきます。まず編み地の表と裏を確認します。はじめの細編みが表の方が表、裏が裏。表を上にします。でマーカーをつけていきます。端から18目めにマーカー、こっちも18目めにマーカー、間はマーカーを含めずに39目。ここでサイズを変更したい場合には、一つの模様の倍数からマイナス1、それぐらいの数で変更させていきます。でこのマーカーに針を入れて、新しい糸、マーカーのついた目に
針を入れます。で、新しい糸で鎖を編んでいきます。一回出してしまって、ここから鎖を31目で、1、2、3、4、5、ここで後で分かりやすいように一つ目の鎖の後ろ、ここにマーカーをつけておきます。これが一つ目で、続けていきます。31目編んでいきます。31目編んだらマーカーのところに引き抜きます。こっちの方が短いのでちょっと突っ張った形になります。引き抜いて、最後に鎖を一つ編むようにして糸を切ります。で、後ろ身ごろをちょっと狭くするのは、着た時に着心地がいいのと、前が少し広くなるので見た感じが綺麗になると思います。ここでギュッとしてから、次はまた新しい糸で細編みをしていきます。ここからは後ろ身ごろです。一番端の目、ここの目に針を入れて、で鎖を一つ細編みをしていきます。同じ目に針を入れて、細編み、次も細編み、次もこの最後の鎖にマーカーをつけておきます。後で細編みを編んでいくと縮まって分かりにくくなるので、最後の鎖、この鎖の後ろ側、この最後の鎖にマーカーをつけておきます。最初と最後にマーカーがつきました。で、細編みを続けていきます。で、ここまで細編みをしていきます。鎖の出ている根元にも細編みを一つ、次は鎖に細編みを一つ、この裏山に次も裏山、次もで、このまま反対側の鎖の終わりのところまで編んでいきます。で、マーカーをつけた最後の目にも細編みを一つ、
これで鎖31個の上に細編みが31個。次に鎖を引き抜いた細編みに細編みを1つ。で、端まで細編みをしていきます。で、端まで編んでいきます。端まで来ました。もう一段細編みをします。鎖を1つで裏返します。鎖の根元に細編み。で、次も細編み。で、このまますべての目に細編みを編んでいきます。このカーブのところでも一つの目に一つの細編みをしていきます。これで端まで編んでいきます。細編み2段目が終わったら、次は模様編みをしていきます。鎖を1つ裏返します。鎖の根元に長編みを1本。隣の目に長編みを2本。こっちと同じように編んでいきます。これで端の目には長編みが1本、次は2本、次は足元3つ飛ばして4つ目に長編みを3本。1、2、3、4。鎖を2つ。で、同じところに長編みをもう1本。鎖を1つ。次は V 字。1、2、3、4。次は扇形。1、2、3、4。反対側の付け根まで来ても1、2、3、4つ目に V の字。
でまた扇形1234、足元4つ目に長編みを2本、1つの目に長編みを2本、端の目には長編みを1本、これで模様編みの1段目が終わりました。次は模様編みの2段目、また緩めの鎖を1つで裏返します。鎖の根元に長編み、で隣の目に長編みを2本、次は下の扇形の三角に扇形、V の字に V の字、でまた V に V、 で次もまた同じように編んでいきます。で私は前身ごろを19段編んだので、後ろ身ごろを23段編んでいこうと思います。前身ごろよりも4段増やして編んでいきます。で偶数段増やして奇数にしておきます。これで23段編んでいこうと思います。後ろ身ごろを23段編んできました。長さは約34センチ。ここでもう一度頭を通してみて、狭くないかを確認します。狭い場合にはあと何段か前と後ろ両方をプラスします。で奇数段になるようにします。大丈夫なようであれば脇の下を合わせていきます。で今前身ごろと後ろ身ごろ両方から糸が出ていると思います。これのどちらでもいいんですが、前身ごろの糸を切って後ろ身ごろの糸でぐるぐると編んでいこうと思います。前身ごろの糸は
鎖一つを編むようにして切っています。後ろ身ごろの糸は長いままつながっています。こっちが後ろの表。表は最後の段が表の長編みになっています。次は裏から編んでいきます。今までと同じように裏返して鎖一つで裏返して長編みの上に長編みでマーカーをつけておきます。次の長編みに長編みを2本、今までと同じです。次も今までと同じです。扇形の三角に扇形で鎖を一つで V に Vでこれを続けて反対側の端まで編んでいきます。後ろ身ごろの反対の端まで編んでいきます。後ろ身ごろの端まで編んできました。次は前身ごろに長編みでくっつけます。ねじれていないか確かめます。で、前身ごろの裏を手前にします。前身ごろの長編みの頭、長編みでくっつけます。長編みの頭、これでくっつきました。次は隣の長編みに長編みを2本、今までと同じように編んでいきます。で、次は扇形に扇形、こういう感じでくっつきました。次の端まで同じように編んでいきます。前身ごろの端まで編んできました。後ろ身ごろの端の目にくっつけます。スタートしたところ、引き抜いてくっつけます。端の長編みの頭、これでくっつきました。次は鎖を一つ、これを裏返します。今と逆から編んでいきます。さっき編んだ長編みが裏になっています。鎖一つを編んだ後に長編みの上に長編み、でマーカーをつけておきます。次は次の長編みの頭に長編みを2本、今までと同じです。でこっちも同じ扇形に扇形、
扇形の後は V の字に V の字で、また扇形。今までと同じように編んでいきます。とりあえずこの反対側まで編んでいきます。前身ごろの端まで来ました。今までと同じように扇形の次には長編み3本の真ん中に長編みを2本、次の長編みには1本、次は後ろ身ごろの1本目、長編みを1本、次の目に長編みを2本、これで2本と1本と1本と2本、また同じように編んでいきます。扇形の上に扇形で、 V の字には V の字で、ぐるっと最初のところまで編んでいきます。最初のところまで編んでいきます。後ろ身ごろの端まで来ました。また今までと同じように3本の真ん中に長編みを2本、次の目には1本、最初の長編みの頭に引き抜きます。これで脇の下からの2周目が終わりました。次は3周目。鎖を1つ。これを裏返します。裏返して長編みを1本。で、マーカー。次に長編みを2本。1本と2本。次また扇形と V と扇形 V と続けていきます。ぐるっと編んで、また同じように最初の長編みの頭に引き抜きます。で、また鎖一つを編んで裏返して同じように編んでいきます。上から下までが54センチになるまで編んできました。これも好みで長さを決めてください。次は裾を細編みで一周します。表を手前にして編んでいきます。鎖を1つ、次の長編みに細編みを1つ、次も鎖の下に細編みを1つ、長編みに細編みを1つ、鎖2つに細編みを2つ、で、長編みに1つずつ、長編みに細編みを1つ、鎖に1つ、長編みに1つ、また同じように編んでいきます。鎖1つの下に細編みを1つ、
長編みの上に細編みを1つ、鎖2つに細編みを2つ、で長編みに1つずつ、で長編み、鎖で長編みの上、次はまた鎖で長編み、これで一周していきます。細編みで一周してきたら糸を抜いてとじ針で始末します。最初の細編み、この隣に針を入れます。これが1つ目、これが2つ目、2つ目に手前からで最後の細編みに戻ってきます。最後の細編みの上から、この時ついでに下の編み位置も針を通しておきます。今渡した糸が一目に見えるように糸を調節します。で揃ったら裏で留めて隠します。方向を変えて留める方が留まりやすいと思います。他の部分も糸が出ているところを始末します。でこれで終わりです。
サイズを測ってきました。前身頃は約50センチ、後ろ身頃は約45センチ、上から下までは約54センチで、裾の横幅は52センチ、襟ぐりは57センチ、袖ぐりは約75センチ。最後までご視聴ありがとうございました。